こんにちは、さくらです。エイプリルフールネタで引退を発表しましたが、辛くも4月1日23時57分というギリギリのタイミングでしたので、嘘つき呼ばわりされることもなく戻ってくることができました。今日は、技術の粋を結集し、未踏の高さと速さの記録を打ち立てた、アイテムエレベーターを、お披露目いたします。こちらがその、天まで届いちゃったアイテムエレベーターでございます。てっぺんはよく見えないぐらいの高さです。こうやって見上げていると、首が痛くなりそうです。ないんですけどね、首は。冗談はさておき、早速作動させてみます。チェストに3スタックのアイテムを入れます。頂上に着くまで少し時間がかかるので、エイプリルフールネタの真実を話しますね。当日、マインクラフトを立ち上げたら、ダウンロードが始まりました。なぜか途中でスリープに入ってしまいエラーが発生しました。1回目の再インストール。立ち上げると画面が荒れている。新しく入れたモッドの調子が悪いんだと、バニラで立ち上げたが改善せず。もう1回再インストール。しかし、状況に変化なし。アプリケーションデータの故障か？削除して再インストール。次も改善しない。こりゃ、マイクラのダウンロードファイルがおかしいな。と思い、諦めた。しばらくしてから立ち上げてみると、お知らせに荒れたブロックのアイコン画像と次の文字が。Java Edition textures finally perfected. Hooray. We can all retire. 話の方が長くなっちゃいました。結果は3スタック全部運ばれ、つまりなしです。この、アイテムエレベーターを支える一つ目の技術は、信号時間延長の回路です。高さ200ブロックのアイテムエレベーターともなれば、これくらい大きな回路になっちゃいます。アイテムの運搬の終わったドロッパーはカチカチなってうるさいです。パウダー2つとコンパレーターの輪を、信号がぐるぐる回っています。ですから、ドロッパー横のコンパレーターが消えていても輪になっているコンパレーターは光り続けています。信号も徐々に弱くなり、最後は順番にコンパレーターが消えます。これを見ると、回路内を信号が回っていることをイメージしやすいです。ところ変わって、レッドストーン回路工作室です。アイテムエレベーターを研究するのに何本も立てました。努力の跡が忍ばれます。そういえば、努力の字は女が股に力を入れると書くと習いました。タワーの上り下りで、足腰フラフラになりました。回路部分を見ていきます。赤い線に囲まれた部分がドロッパーを動かす回路。空色の線で囲まれたのが信号時間延長の回路です。特筆すべき点として、赤と空色の被った部分以外のパウダーは1ブロック単位で置いています。これは常に強度15の信号を伝えるためです。パウダーの代わりにブロックを置いて調整しています。逆に赤と空色の被った部分は、コンパレーターを周回する信号を、1周ごとに強度1ずつ弱めるために2ブロックとしています。信号時間の調整は、コンパレーターの数を増減させることで調整します。アイテムが全部届かないときは、コンパレーターを2個単位で増やします。カチカチとうるさいときは、2個単位で減らします。もともとが2個のコンパレーターの回路ですので、基本的に偶数の配置となります。後ほど奇数の配置もご覧いただきます。今回、コンパレーター1個の信号時間延長の回路は使いません。参考までにお見せします。これは以前、マグニーさんがトラップタワーの動画で使用されていました。これがコンパレーター3個の配置です。
山形において、真ん中に隙間を作っています。右のブロックとパウダーが、一見繋がっていないように見えますが、ブロックが動力源化することで、隣のパウダーに信号、動力、を伝えます。ですので、パウダーからブロックへの信号は伝わらず、一方通行となります。次が、2個増やしたコンパレーター5個の回路です。これが4個の回路です。ドロッパーから信号を取り出すコンパレーターと、クロック回路のコンパレーターの間が2ブロックですので、この配置が一番スマートですね。次がコンパレーター6個の配置です。高さが高くなるほどコンパレーターがたくさん必要です。高さに合ったコンパレーターの配置を選んでください。2つ目の技術を紹介する前に、先ほど触れた動力源の話をします。3つずつランプを重ねたものを3本用意していますが、ランプはドロッパーの代わりです。1本目はリピーターを通してランプに信号を伝えます。2本目はパウダーを直接繋いでいます。3本目は手前にブロックを置いて、パウダーを繋げています。ご覧の通り、1本目と2本目はランプ全部がついています。一番右の3本目だけ真ん中が灯っています。これは、パウダーまたはリピーターの繋がっている真ん中のランプと、一番右は左岸が動力源ブロックとなり、隣接するブロックに動力が伝わるということです。では、リピーターがあるのとないのでは、どのような違いがあるのでしょうか。ランプから信号を延長しようとしたとき、パウダーで繋がったランプからは取り出せないが、リピーターの繋がったランプからは取り出せる違いがあります。これは、パウダーで信号が入った動力源からは、パウダーでは取り出せないという決まり事があるためです。しかし、アイテムエレベーターの場合、信号の距離の延長を、ドロッパーから取り出す必要は必ずしもないので、はっきり言って不要です。クロック回路のタイミングが、リピーターを挟むことでどのように変わるか見てもらいます。リピーターを挟んだ左右のパウダーの線が、ランプの下のブロックに繋がっています。スイッチオン。ちゃんとランプは点滅します。では、片方だけリピーターの数を増やします。ランプはつきっぱなしですね。もしこれが、ドロッパーであったのなら、動かない状態。つまりの原因になります。スローでご覧いただきます。リピーターとその先のパウダーが、ちょうど代わり番号で点滅していますね。ランプの下のブロックは信号が常に伝わってくるので、常に動力源化しています。ですから、ランプもつきっぱなしです。前の説明を踏まえ、第2の技術を解説します。ランプが並んでいますが、ちょうど信号の距離の限界で、右4つのランプは点滅していません。では、普通にリピーターを1個繋いで、延長します。左右のランプは交互に点滅し、真ん中のランプは常に点灯しています。先ほど説明した、常に動力が伝わっている状態です。これが、アイテムエレベーターの詰まりの実態なのです。では、どうすればよいのか。ニュートンは頭の上にリンゴが落ちてきて、万有引力の法則を思いついたという。それは、作り話だった。
と、もったいつけて、長々と説明しましたが、改善策は超簡単です。リピーターを2個にすればいいんです。ちゃんと、同時に点滅してるでしょ。レッドストーン解説終わり。それでは、例のごとく作り方を見てもらいます。普通の高さですよ。さっきの高さのアイテムエレベーターを作ったところで、はい、カットです。まずは、ドロッパーを縦に積み上げます。3ブロック開けて、適当なブロックをホッパーと同じ高さまで積み上げます。先ほど、積み上げたブロックの一番下の隣に、ブロックを置きます。下から2番目のドロッパーの隣に、ハーフブロックを上付きで2つ並べます。ドロッパーにつながるように、パウダーを引きます。ハーフブロックの上に登って、ブロックに向かってハーフブロックを上付きで置きます。そのハーフブロックに登って振り返り、ドロッパーに上付きでハーフブロックを2つ並べます。パウダーを引き、また登ります。あとはこれを繰り返します。ですから、地下であっても基本的に下から作ります。次は回路部分を作ります。一番下のドロッパーにアイテムが入ると、クロック回路が動き出す機構です。ドロッパーの隣に、コンパレーターを置き、その先にリピーター、ブロックと置きます。ブロックの横にパウダーを2ブロック分、引き、さらにブロックを置きます。90度曲がって、リピーター、コンパレーターと置き、コンパレーターの隣にパウダーを引きます。そして、コンパレーターを1回右クリックして、減算モードにします。さらに、信号の長さを延長する回路を付け加えます。コンパレーターを置き、曲がってコンパレーター2個、さらに曲がって1個設置。角にはブロックを置きます。一番下のドロッパーに向けて、ホッパーを2つ設置します。延長して上にラージチェストを置きます。アイテムが流れる通路を、2通りにすることで、ちょうどドロッパーの速さと釣り合います。試運転します。カチカチ音が鳴ると、一番下の中にはアイテムがないので、隣のコンパレーターが消えました。しかし並んでいるコンパレーターはまだ点灯しています。はい、今、順番に消えました。1スタックちゃんと届いています。仕組みはこんな感じです。内職で少し高くしました。下からの信号は頂上まで届かないはずです。
トーチを置いて、どこで信号が途切れてしまうか調べます。ここで、パウダーが光っていません。鉄ブロックの隣のハーフブロックまで信号が来ているので、ここで延長します。ハーフブロックを2つずつ並べます。リピーター2個置いて、パウダーでつなげます。リピーターを連続で置いてはいけません。必ず間にパウダーを挟みます。試運転します。全部届きませんでしたね。ちょっとばかし時間が足らなかったので、コンパレーターを増やします。今度は、全部届きました。ちょっと、カチカチとうるさいなぁ。コンパレーターを5個にすればちょうどいいかも。まあ、これでいっか。以上で完成です。いかがでしたでしょうか？よかったら高評価ボタンをお願いします。悪かったら、次頑張りますので、チャンネル登録お願いします。ギャグが面白くなかったら、つまんねえアイテムエレベーターとツイート、お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。